きです。本日の動画ではですね、こちら、PX ナノ V2 モジュールのレビュー第2弾、使ってみよう編です。今回はプロポにつないで、実際ドローンとバインドさせてみたいと思います。で、今日ちょっとやる前に、これ見てほしいんですよ。この盛りすぎチャレンジのプレミアムロールケーキですね。ローソンのやつ、ちょっとね、誘惑に負けて買ってしまったので、ね、見てほしい。食べたいと思います。この盛りすぎシリーズ、いつも結構気になってるんですけど、やばい。半分クリームっす。今日金曜日なので、1週間頑張った自分へご褒美ということで。いただきまーす。まだクリーム。うまい。クリームが、めっちゃ、ミルクの味？クリーミーで美味しいです。しかも、中もクリームかと思いきや、中は、これクリームじゃないんですね。なので、クリーム自体も甘すぎずに、さっぱり食べれる感じになっております。いや、食べ進めたら、真ん中も全部クリームでした。これは、紅茶とかがあった方がいいです。ではですね、まず、双葉のプロポにつけてバインドしてみようと思います。まず付け方ですね。今 V1 ついてるんですけど、V1 がこんなやつでくっついてます。双葉のプロポで、ここにこのつなぐ穴が3つ開いてて、そこにぐさっと刺して、で、こっち側を、この裏のとこですね。裏の、左側3つにつける。といったような付け方になります。ただ、双葉のプロポは、こんな感じの、今のオレンジのケースですね。みたいなのがないと、支えることができないので、これは、自分で 3D プリンターで作ったりとか固定するか、私はこれ、きよっちさんのショップで購入しました。で、きよっちさんのショップで買うと、これも一緒についてくるので、これにカチャッと入れて、で、これですね。これ、黄色がクロスファイヤー線、真ん中グランド、緑が 5V になります。なので、これですね。この前ホームページに出ていた順番ですね。一番左がクロスファイヤーなので、こう、くっつけます。で、こっち側ですね。18セットの場合は、上から信号線、で、真ん中がプラス、下がグランドになってます。なので、こうですね、刺し方的に上黄色でこう、刺していきます。じゃあ、刺します。こんな感じで刺しました。で、プロポの電源を入れると、こいつが反応するはずです。ちょっと入れてみます。お、何やら光ってます。で、ちょっと一回切ります。で、こちらの機体とバインドしてみたいと思います。何も設定せずにバインドするのかをまずちょっと確認していきます。まずは機体ですね。をパソコンにつなぎます。で、接続ですね。で、受信機ですね。のタブを開いて、で、プロポ、電源つけます。そうすると、PX モジュール反応してますね。で、ここで、受信機のバインドをして、で、ここカチカチカチ。あ、動いた。おー、行きました。ってことは、双葉のプロポにつけると、特に設定なしで LUA スクリプトとかそういうのやらずにバインドできました。ただ、何ワットなんだろうか、これは。ワット数を変えるのが、これか。ボタン1を 0.5 秒長押し。変わったのかな。うわー、ファンが回り始めたんで、多分強いワット数になったんだと思います。さらに。ただこれ押してもやっぱこのライト変わらないので、何ワットかわかんないですね。ほい。というわけで、双葉のプロポでのバインドは無事成功しました。双葉のプロポでバインドすることが分かったので、一回このバージョン1とまたバインドし直して、
で、次バージョン2を OpenTX のプロポにつないでバインドさせてみようと思います。なので、接続して、受信機、プロポの電源入れて、受信機のバインドをして、カチカチカチと。お、すぐ繋がりましたね。なんで今、この機体は、この V1 とバインドされた状態になってます。ではちょっと意を決して、こちらですね。TX16S でバインドしていこうと思います。で、まずは、モデルをコピーですね。で、モデルのコピー方法ですが、ここ長押しですね。TX16S の場合長押しで、モデル、セレクトを押して、こうやってモデル、選べるので、ELRS のモデルを選んだ状態で、ここですね、長押しすると、こんな感じで、クリエイトモデルとか、モデル複製とか出てくるので、この2個目ですね、を選んで、そうすると、こんな感じで、さっきあったやつのコピー版が出てきました。なので、これを選択します。セレクト、モデルですね。これで、モデル名、ここ、さっきのコピーしたやつに変わったと思います。なので、まず、モデルの名前変えていきます。長押しして、これですね。で、今回、メテオにします。はい。こんな感じですね。で、メテオに変えました。はい。で、まず ELRS の設定をするには、どこを変えなきゃいけないのか。今、ベータ FPV さんのホームページにも書いてはあるんですけど、ちょっと見ていきたいと思います。で、まず、このセットアップ画面ですね。セットアップ画面に行って、インターナル RF という項目があるので、それをオフにします。これですね。インターナル RF。で、その後、エクスターナル RF をクロスファイヤーにすると。はい。これがまあ基本的な設定になります。まずですね、LUA スクリプトを入れるには、ELRS V3LUA をウェブサイトからダウンロードするか、ELRS コンフィグレーターからダウンロード、LUA スクリプトするかどっちかなんですけど、まあウェブサイトからダウンロードした方が早いと思うので、そっちやっていこうと思います。で、まずダウンロードをどこからするかですが、ウェブサイトからサポートで、ここになさそうだったので、ここですね、ELRS v3.lua と入力して、で、これで検索して、で一番上、How to update ELRS v2 to v3 の、これの中に、ここですね、にあったんで、これクリックします。そうすると、自分のパソコンのダウンロードフォルダに、このファイルダウンロードされます。で、この LUA ファイルを、プロポの SD カードのスクリプツトゥールズフォルダに置きます。はい。こんな感じで差し込みます。差し込みます。じゃーん。ちなみに、この今カチャって刺したところですね。これ、プロポ自体にはついてなくて、別売りで購入する必要があるので、それはまた概要欄に販売リンク貼っておきます。で、ついたので、アンテナもついてます。で、お次がですね、プロポを、ブートモードで起動します。こうしながら、こう。OK。ブートモード。この画面になります。で、その後、プロポとパソコンですね。をつなぎます。パソコンとつなぐときはこっちですね。ほい。そうすると、USB コネクテッドという文字が出てきます。で、パソコン側にもこんな感じでノーネームが出てきています。クリプツツールズフォルダー。ここですね。ここにさっきダウンロードした LUA スクリプトを入れます。これをこう。ほい。で、ちょっとこの古いファイルが残ってるので、これは削除しておこうと思います。はい、こんな感じですね。ほい。で、これで一旦、プロポ、パソコンから外します。いけばいいのかな？ほい。EXIT ですね。そうすると、起動します。で、シスボタンを押して、ツールズで ELRS。これ、ELRS。でも反応しないです。これは早速もしかしてパワー不足なのかな。こいつの出番ですね。お、普通についたので
ちょっとさっきは電源不足でした。では電源入れます。お、反応しました。ということは指数でイーラーです。選択。お、なんか読み込んでるっぽい。来ました。で、これアーム逆になってるのかな。おー、これで設定ができます。色は青ですね。で、多分ここの色が ELRS がつながって、かつ色が点灯してたら、この色はパケットレートの色だそうです。で、今パケットレート500ですね。で、500が緑っぽい青で、これを例えば100にしてみます。を100にすると紫になりました。なのでここはパケットレートと対応して色が光るみたいです。で、TX パワーは今 50mW になってますね。こんな感じで変えれるみたいです。で、ファンは 250mW 以上になったらファンが回るのかな。あ、回り始めました。ただこれは電力食うので50ぐらいでいいか。で、バック。止まらないんですね、これ。今50に戻しました。で、バックパックってやつがあります。かなり時間差で止まりました。バックパックってとこで DVR レックだったりとか、なんかいろいろできるみたいです。レートは500にしておこうと思います。ほい。次、機体とバインドですね。これは双葉の時と同様ですね。機体をパソコンとつないで接続、受信機で受信機のバインドをして、でこっちもカチカチカチをできましたと。ほい。で、機体にバッテリーを挿して、ほい。OK です。で、これでブザーでアーム。お、ちゃんと回りました。ボタン2を短く2回押すと VTX チャンネルメニューに飛ぶって書いてたんで、ちょっとやってみようと思います。1、2。特に変わらん。ボタンの方は何も起こらなかったんですけど、ちょっとこっちですね。プロポ側のここのこれ VTX アドミニスターのところで今 F4 がついてるんですけど、 F1 にしてSend VTX やってみようと思います。で、バックですね。で、この時点でこっちは F4 のままです。ただ一回機体の電源を抜きます。で、もう一回つなげます。お、そうするとなぜか F4 消えて F1 に切り替わりました。という何やらプロポ側ですね。 VTX 権限も F1 で固定してると再起動すると F1 になるみたいです。あとこのバックパックのとこですねに DVR レックってあったんで、これ例えば AX を上か下かにすると多分 DVR の録画が始まるのではないかと。で、バックにしておけば多分さっきの AX1E をこれアームですね。アームをカチッてした時に自動で DVR が録画されると思われます。こちらの TX モジュール V2 なかなか奥が深いですね。ちなみにさっきVTX チャンネルメニューとかができなかったのは多分これかな、ゴーグル側に VRX バックパックっていうレシーバーをハンダして、でなんかこっちとバインドさせるみたいなことをしないと多分できないのかなと思いました。あとはこのカスタムボタンの設定画面にこうつなぐやり方やってみたいと思います。
ではやってみます。使い方ですが、電源を入れて60秒待ちますと。入れます。ほい。お、電源ついてますか？ほう。赤チカチカは何だろう。赤チカチカが RF チップが繋がってないよってことなので、プロポと繋がってないよってことですね。緑にゆっくり光ったら Wi-Fi アップデートモードと書かれております。で、これはこの説明書に、これですね。書かれております。お、緑になっとる。で、アクティブになったんで Wi-Fi をつなぎます。で、名前が ELRSTX、パスワードがもう書いてありますね。あ、いた。これです。で、パスワードが、昔つないだことあるっぽいです。で、これにつながったら、これですね。なんか開いた。本当は多分、なんか開いたけど、これをここに入れて、するとこんな感じで開けますと。ただ、なんかこれ同じやつ開いたんで、ですか。で、カスタムボタンセッティングページがあるよと。これですね。ありました。ここで、設定をしていくと。で、今、初期設定通りになってます。で、これを自分で選べるよって感じですね。で、セーブすれば、この内容が反映されるといったような形で、結構簡単に、カスタマイズできるよという機能でした。私はとりあえずこのままでいいかなという感じです。というわけで、今回の動画はこちらですね。NanoTX V2 モジュール、実際に機体とバインドしてみた動画でした。最初ちょっと接続がうまくできてなくて、なんか繋がらないなっていうことがあったので、もしちゃんと繋げてないよっていう反応が出たら、ちゃんとくっついてるかどうかっていったところを確認するのが大事かなと思いました。というわけで、謎大きい NanoTX V2 モジュールのご紹介でした。ちなみにですね、全然関係ないんですけど、これ、金魚になってます。ちょっとね、夏なのでね、夏っぽい感じにしております。それでは、今日の動画はこの辺で、バイバイ。